こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。さて、今回のネタは2022年、新型バイク予想だぜ。企画ものが続きますね。やっぱり年始のネタって言えば、これが定番でしょ。一度作ってみたかったネタの動画だぜ。ネタといえば、くまみ展示メーカー編とか、リクエストものとか、まだまだストックはありそうですね。おかげさまで。いただいたネタは、大事に温めております。ぜひチャンネル登録していただき、配信をお待ちくださいね。で、今回の予想ネタですが、扱う話題の特性上、噂話や勝手な妄想が情報源です。あくまでバイク好きな一般人が、ネット巡回して見かけた根拠不明なネタを、こっそり楽しんでる、という体裁でお楽しみくださいね。よろしくな。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回のネタはこちら。1、噂の新型ヤマハ編2022。2、夢の新型ホンダ編2022。です。また川崎と鈴木は後回しですか？いや、特に意図はない。じゃ、輪締め、か。1、噂の新型ヤマハ編2022。新型スポーツツアラー、FJR1300 後継。先日、20周年記念モデルが発表になり、現行型は生産終了になるとアナウンスがあった FJR1300ASA の後継予想ですね。ヤマハのラインナップから、大型ツアラー枠がすっぽり抜けてしまったな。ホンダ NT1100、鈴木 GSXS1000GT、川崎忍者1000、そして海外モデルと渡り合うため、果たしてどんな仕様で登場するのでしょうか？勝手予想としては、ユーロ5対応した MT10 のコンポーネントを使い、その性能を長距離と快適性に尖らせたモデル、とか。それだけじゃパンチにかけます、いまいちです。せめて川崎 H2 みたいにアダプティブクルーズコントロール ACC を筆頭に、先進運転支援システムとか搭載してくれないと、ヤマハには厳しいな。システム的にはボッシュの ARAS を使ってさ、パパッとさ、開発の苦労を知らない人のセリフだ。そのあたりはヤマハも取り組んでるはず。で、なんか新技術のネタがないか、ヤマハの企業サイトを眺めてたら、面白そうな技術論文を見つけたんだよ。なになに？二輪車車両運動の簡易的な計測解析技術の開発と活用、って論文なんだけど。ほほう。簡単に説明すると、小型 GPS ロガーを使い、ライダーの走る止まる曲がるの運転特性を抽出する技術だ。これが実現できれば 125cc や 250cc クラスでも、安価に電子制御の恩恵を受けれるんじゃないか、ってな。その他に資料を眺めてたら、すべての製品に通信機能を搭載してデータを収集活用する、コネクテッドビジョン2030って計画を進めている記事もあった。例えば、不特定多数から集めたバイクの位置状況に、いろんな情報を付加して共有すれば、ライダーにとって、価値ある情報を提供できるしな。バイクを買ったら、携帯キャリアと契約する、みたいな？遠い未来じゃないと思うぜ。じゃ、まとめると、今年のヤマハは、まだ先進運転支援バトルに参戦しない、と。今年は既存技術の小型化とデータ分析で、ライダーとお財布に優しいバイクとして FJR1300 が蘇る、ってことですか？そして、思わず声が漏れる、ヤマハデザイン全開でな。それじゃ次は、去年放置プレイだったモデルを見てきますか。ボルト、新型は望み渦。ホンダのレベル250が大人気なんですが、ヤマハも負けずに、レベルに追いつけ追い越せ、って感じなのかな？現在のアメリカン市場は、ハーレーとホンダの2強だ。そこに 1000cc のボルトをぶつけても、あまり勝機はない気がする。アメリカンだから、デザイン変更しても話題になりにくいしな。ちなみに、ヤマハは北米では V スター250ってアメリカンを販売してるから、いざとなればこいつをぶつける、とか、ってぐらいだと思ってる。それにボルトはユーロ4対応車だ。ユーロ5対応の猶予期限、令和4年11月までになんかしないと、販売できなくなる。もう時間がないじゃん。このままいけば、生産終了、ってこと？今では貴重な V 型2気筒エンジンなので、ぜひラインナップに留まってほしいぜ。で、予想結果は？カラーチェンジで生産終了。予約に走れ。ホンダのレベルはすごいんですね。YZF、R1、今年はマイナーチェンジの年？じゃ、ヤマハ最後は、WGP60 周年記念が好評の YZF-R1 です。さて、どうなると思います？予想の前に、まずは過去から現在までの仕様変更をチェックしてみるぜ。2015モデル、R、DNA デザインにフルモデルチェンジ。2018モデル、クイックシフター、電子制御の追加でマイナーチェンジ。2020モデル、排ガス規制ユーロ5対応、空力ボリ、電子制御、新型サスの導入と、ビッグマイナーチェンジ。2022モデル、WGP3060 周年記念カラー変更実施。って流れだな。
これから推測すると、YZF-R1 はだいたい2年ごとに毎チェンされてるから、次のマイナーチェンジは、2023年モデルってことになると予想できますね。だとすると、その内容は？そうだな。YZF-R1 は元 GP で活躍するレースマシンの直径だ。なので仕様変更するなら、レースに関連するアップデートになると思うんだが、例えば、元 GP を持続可能なスポーツとするため、2024年までに最低 40% を非化石期限の燃料に切り替える、という目標を設定したんだ。なんで、パワーユニットや燃料系に関する変更とか、先に話した、コネクテッドビジョン2030のためのデータ収集用部品装備とかな。何これすごいって感じにはなりそうにないですね。下には、誕生記念ネタとかはないの？ YZF-R1 誕生20周年は2018年、ヤマハの WGP 参戦60周年は2021年、ヤマハ発動機創業60周年記念は2016年だ。記念碑として使えそうなネタはないな。次に来そうなのは、2026年のヤマハ70周年記念でしょうか。サグラダ・ファミリアの完成年か。いや、また延期になったそうですよ。マジか。そういえば、MT の記念モデルって出してないですよね。MT シリーズの登場は2014年だから、周年記念というにはもう少し時間が欲しいな。それじゃ、YZF-R1 はおかげさまで販売台数〇〇記念とかは？ YZF-R1 の2022モデル国内販売計画は、200台だ。多いの？少ないの？ホンダの CBR1000RRR は800台だな。半分以下、多くはないですね。この台数から見て、今年は YZF-R1 販売促進の手こ入れ、大幅な改良もない気がする。とすると、2022年は、カラーチェンジぐらいの予定ってことですね。ユーザーとしては、この予想が裏切られることを期待しましょうか。もし新型が出るなら、初代のようなゲームチェンジャーになるぐらいの性能を期待してます。と、勝手を言ってみる。YZF-R1 の新型予想としては、新カラーリング追加のみってことでどうかな。そうですね。それじゃ今年の R シリーズ本命は、R9 に期待ってことで。最後に本命ぶち込んできた。2、夢の新型ホンダ編2022。新型ミドルアドベンチャー、あれです。これって、ヤングマシンの YM 未来予想で取り上げられてたネタだな。です。クマ2021では、アプリリアやトライアンフが 600cc クラスの共通プラットフォームを使い、いろんなバリエーションモデルを展開してましたよね。アプリリアはプアレグ660、トライアンフはタイガースポーツ660。それに国内だと、川崎がベルシス650を国内モデルとして販売するな。なのにホンダは、ミドルクラス専用アドベンチャーがないんだよな。ありますよ。クロスオーバースタイルの NC750 が。しかも、欧州では免許制度に合わせて、A2 クラスエンジン出力 35kW 以下制限の、ローパワーバージョンも販売してるし。でもさ、やっぱりさ、馬力制限モデルじゃなくてさ、A2 クラスでカリカリに作ったアドベンチャーに乗りたいじゃん。アフリカツインの弟じゃなくてさ、いとこにすごいのがいるぜ、って言いたいじゃないか。それが、トランザルプ復活説に繋がるわけですね。そうだぜ。トランス、アルプス越えなんて、めっちゃアドベンチャーだしな。石暮峠越えとはレベルが違います。比較の意味が不明。あとは排気量ですね。900cc もいらないから、やっぱり 600cc ぐらいで軽い車体がいいなって思う。なんで？ 600cc あれば、砂利道を2、3速でトロトロ走ってても、アクセルを一気に開ければ、リアをパワースライドさせて遊べそうだし。250cc の CRF でもできるんじゃね？1速ならできるんですけど、トルクのかかり方が唐突すぎて、怖いんだよな。それは誰もいない冬の林道で練習ってことで。はい、こそ練します。じゃ、今年こそトランザルプ復活ってことで。デザイン的には、NT1100 系統になりそうですね。4気筒エンジン後継、やっぱり望みは薄い。これな。これよ。クマ2021で発表された新型ホーネットは、エンジンは並列2気筒エンジン、ってコンセプトのテザーを発表してたし。社名で釣られましたね。でもホンダは、2気筒だと言ってないし、どこにも書かれてないですよ。2つのピストンが上下する動画ってだけです。そういうことにしとくけど、250cc4 気筒は望み薄ってことだな。ホンダの市販モデルで4気筒といえば、CB400、1300ですが、こちらはどうなるのでしょうか？噂では、夢店で CB400 にオーダーストップがかかってるそうじゃないか。それ、店によってまちまちみたいですよ。ネットの噂話では後継はなしとか、後継モデルがあるから、ファイナルモデルは出ないとか、特徴的なエンジンを積む VFR は、ファイナルはなく生産終了してたし、CB も同じかもとかな。4気筒エンジンはサーキット向けの SS モデル以外、なくなる運命なのかな。そんなレイム二郎法。何？川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが二輪用水素エンジン技術の共同研究に合意って話題だ。各社、水素エンジンの開発には前向きだし、先日川崎が発表した水素エンジンの研究機は、なんと、忍者 H2 系のエンジンで、998cc 直4スーパーチャージャーユニットだぜ。マジっすか？ Z1 と CB750 フォアのエンジン対決では、川崎はホンダにしてやられたが、
今回は川崎が一歩先に進んでるってことだな。だって、ホンダは最初、水素エンジンはやらないって話だったし、ちょっと出遅れただけですよ。でも、川崎のこの話を聞いた時は、かなりのインパクトがあったぜ。やっぱり今年は川崎の年になりそうだな。まずい、ホンダの新型予想ターンなのに、このままでは川崎最高な話になってしまう？でも今回は、ホンダと川崎の対決じゃなくて、オールジャパンで内燃機関を残そうって話でしょ？そうだな。それにホンダは、電動バイク向け交換式電池の開発も進めてますよ。先日、ホンダの電動バイクに搭載予定の、モバイルパワーパック MPP の標準化にヤマハが合意し、ヤマハの小型電動バイクでも利用できるようにするってニュースがありましたし。ホンダは2040年の新車は 100% 電動車って話してたけど、まだまだ可能性は探っているってことだな。そうです。そうなると、今年も ZX25R 対抗のバイク登場はなし、今後の EV バイクに期待、ということか。残念ながら、その予想で。頑張れホンダ。新型 EV バイク、本命です。さ、ホンダの締めは、やっぱり EV だな。2021年はホンダ E、ビジネスバイクシリーズがリリースされましたが、2022年は、どんな新型が登場するのかな？ホンダの計画では、2024年までに、現1、現2、パーソナル領域での EV 導入となってるぜ。資料では、新型 EV はスクータータイプとネイキッドタイプの影になってますね。まだ2年以上あるし、今年はあまり動きがないかもしれん。じゃ、ホンダで EV スクーターって言えば？便利いいと、茶色いですね。お、さすが詳しいな。当然。電池は車体に内蔵じゃなく、充電済みの電池へ交換するタイプだよな。そうですね。商用車の EV 化は、ホンダが力を入れている分野ですからね。バッテリー標準化でヤマハと合意したし、あとは突き進むだけですよ。なので、バッテリー交換方式についてはホンダが主導権を握って進めると思います。やっぱり、ホンダにとっては EV 化がメインストリームってことか。水素エンジンのように、オールジャパンでバッテリー標準化に取り組めれば、追い風になるのですが、人類の進歩と調和に期待です。いや、悪魔の発明だろ？じゃ、ホンダの EV は、ロードマップから予想して、2022年は動きなし、ってことかな。各社の EV について、動向を見守ります。まとめ？じゃ、今回のヤマハホンダの新型モデル予想をまとめると、ヤマハの新型モデルは R9 に期待。ホンダはトランザルプに大期待。ってことろだな。ホンダのホーネットが、大化けしてくれたらね。妄想は止まらないが、今回の新型予想はこれで以上だ。お次は青子のバイクニュースのコーナーです。青子のバイクニュースのコーナーです。バイクが買い難いこのご時世、また完売御礼のニュースです。CB1100、FJR1300。ハーレーの48ファイナルエディションです。ハーレーか。これは日本限定ファイナルモデルとして発表されました。現時点のハーレーのウェブサイトを確認すると、ファイナルエディションは残念ながらすでに完売となってます。確か1300台限定だよな。あの車格のバイクが1ヶ月で1300台完売なんて、すごいですね。だな。すごいといえば、2021年の 250cc 以下クラスの販売台数が発表されましたね。1位はレベル250で 12,048 台でしたよ。2位の PCX160 は6,667 台でしたから、約2倍の差です。出典、二輪車新聞、2022年新年特別号。ほんと、250cc 以下クラスでは、ホンダに敵なしですね。これ、国内販売分だからな。あとは大型だな。去年フルモデルチェンジした MT シリーズの販売台数に期待してしまうぜ。ちなみに、2020年 401cc 以上の国内販売台数トップは、Z900RS、カフェで、販売台数は3985台です。ヤマハが来るか、ホンダが来るか、発表を待て。では、今回はこの辺で。それでは、See you!